皆さん、こんにちは。ふと外を見上げれば、ギラギラと照りつける太陽、肌を焦がすようなアスファルトの熱気。本格的な夏がやってきました。夏といえば、海の青、スイカ、そして眩しい光景を思い浮かべる方も多いでしょう。しかし、フランスのノーベル賞作家アルベール・カミュは、こう残しています。真夏の真っ只中に、私は自分の中に克服できない夏があることを知ったと。今日はこの深い言葉と日本の気象の歴史的な日である最高気温記念日を紐解きながら、夏という季節が私たちの心と身体に残すものについてじっくりと考えていきたいと思います。まずはこの言葉を残したアルベール・カミュについてご紹介しましょう。カミュは20世紀を代表するフランスの哲学者であり、小説家です。異邦人やペストといった作品で知られ、1957年にはノーベル文学賞を受賞しました。彼の思想の根底には、不条理という概念があります。人生や世界は人間の理屈通りには動かず、時には耐え難い過酷な現実を突きつけてくる。しかし、カミュはその不条理にただ絶望するのではなく、こう言い続けることの中に人間の尊厳を乱しました。では、自分の中に克服できない夏があるとは、一体どういう意味なのでしょうか。カミュにとっての夏は、単なる季節の移り変わりではありませんでした。それは、時に私たちの精神を焼き尽くすような過酷な現実や逃れられない情熱、あるいは人生の圧倒的な試練の比喩でもありました。克服できない夏、それはどれだけ時間が経っても癒えない記憶であったり、自分自身の内側で燃え盛る、理屈では抑え込むことのできない情熱や苦悩の象徴です。私たちは日常生活の中で夏の眩しさに圧倒され、時にはその暑さに気力を奪われてしまいます。しかしカミュのこの言葉は、過酷な現実や感情こそが私たちの魂の深くに刻まれ、決して消えないものであることを教えてくれています。さて、私たちが生きる現実の夏もまた、時に想像を絶する過酷さを見せます。本日7月25日は最高気温記念日です。今から90年以上前の1933年、昭和8年のこの日、山形県山形市で当時の日本国内最高気温となる摂氏 40.8 度が観測されました。今でこそ地球温暖化の影響もあり、全国各地で40度を超える猛暑がニュースになる時代ですが、当時にあって摂氏 40.8 度という数字がいかに圧倒的で、人々に衝撃を与えたか計り知れません。数字以上に、その猛暑が人々の生活や心身にどれほどの負担をかけたことでしょう。まさに、自然が突きつける克服できない夏のワンシーンと言えます。カミュが思い描いた精神的な夏の過酷さと、1933年の山形が記録した物理的な夏の猛烈な暑さ。この2つは、私たちが夏という季節に向き合う時の姿勢を鮮やかに映し出しています。私たちは容赦なく照りつける太陽や思い通りにならない人生の厳しさから逃れることはできません。しかし、その克服できない夏をただ恐れるのではなく、その熱量を抱えながら生き抜くこと。それこそが、カミュの哲学が私たちに伝えるメッセージなのかもしれません。皆さんは今年どんな夏を過ごしていますか？もし日々の暑さや困難に心が折れそうになった時は、アルベール・カミュの言葉を思い出してみてください。自分の中にある克服できない夏と共に生きる強さを見出すことができたなら、この厳しい季節の向こう側に新しい景色が広がっているはずです。本日の動画が少しでも心に響きましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。